アメリカ・オクラホマ州の山中で見つかった不自然に整列した3体の遺体。それは何年も前に突如失踪したとある家族のものだった。遭難？一家心中？それとも凶悪事件に巻き込まれたのか。謎が謎を呼ぶ一家失踪事件の真相とは。はい、というわけで本日はね、未解決事件シリーズというわけでですね、アメリカのね、オクラホマ州で起きた3人家族の失踪事件をね、紹介していきたいと思います。任せて、もう今日もちゃちゃっと私が解決しちゃうから。一生未解決ある日突然姿を消した3人の家族。遭難か事件か、さまざまな憶測が飛び交うジェイミソン一家失踪事件の真相とは。不自然な3体の遺体。2013年11月15日、アメリカ・オクラホマ州の人里離れた山の中でのこと。狩りをしていた地元のハンターが何かにつまずき転倒しました。転んだハンターが振り向いて上にかぶさった落ち葉をかき分け、その何かを確認したところ、なんとそれは大小3体の人骨だったんです。怖えな。人骨はそれぞれうつ伏せの状態だったんですが、奇妙なことにその人骨は不自然に横一列に並べられていたんです。遺骨は見たところ、大人2名、子供1名のもので、かなりの年月が経過しており、風化がひどい状態。すぐさまハンターは警察に通報します。そして法医学の専門家が人骨の DNA 鑑定を実施。その結果、衝撃の事実が。それらは2009年に謎の失踪を遂げたジェイミソン一家の遺骨だと判明したんです。彼ら家族に一体何があったのでしょうか。ジェイミソン一家失踪事件。それはわずか11年前のこと。2009年10月8日、アラバマ州ユーフォーラに住むジェイミソン一家3人が忽然と姿を消しました。一家は大黒柱のボビー、妻のシェリリン、一人娘のマディソンの3人。SNS にはこのように仲睦まじい姿も投稿している幸せそうな家族だったんです。彼らはその日の朝早くに暮らしているユーフォーラの自宅を出発。約50キロ離れたオクラホマ州レッドオークにある購入予定の土地へ下見に向かいました。しかし、それを最後に消息が途絶えてしまったんです。翌日、行方不明届が出され、警察が捜査を開始。その8日後、オクラホマ州の山道付近で一家が乗っていたトラックが鍵がかかった状態で見つかるんです。しかし、車内で見つかったのは栄養出張で瀕死の状態になっていたマディソンの愛犬のみだったんです。ジェイミソン一家の姿はそこにはなかったんです。一家は車を乗り捨ててどこへ向かったのでしょうか。それとも何者かに連れ去られてしまったのでしょうか。彼らのトラックには不自然な痕跡が多くありました。車内からは父ボビーと母シェリリンの携帯電話や車の鍵など貴重品が見つかります。さらに驚くべきことに、現金3万2000ドル、日本円にして約400万円もの大金が残されたままになっていたんです。そして極めつけは、父ボビーの携帯電話の中に残っていたある不気味な写真。それがこちら。この写真に写るマディソンはとても苦しそうな表情で、何かに怯えているように見えないですかね。この写真は一家が失踪する直前に撮影されたものなんです。何を見てこんなにも不安になっているのでしょうか。ここに事件解決の道が隠されているのかもしれません。地元警察は当初、何らかの事件に巻き込まれた3人がさらわれたのではないかと推測。山に囲まれた土地をくまなく探索したんです。しかし、ジェイミソン一家の失踪に関する新たな証拠を何もつかむことができず、捜査は暗礁に乗り上げてしまいます。そして失踪事件から4年後の2013年、一家のトラックが乗り捨てられていた地点から約 5km 離れた山中で、地元のハンターによって不自然に整列した3人の遺骨を発見されたんです。これをきっかけに迷宮入りかと思われていた事件の捜査が再開されます。では、なぜ3人はこのような形で命を落としたのでしょうか。でもこれ名探偵の私もこれはお手上げよう。あとは探偵ナイトスクープに任せて寝ましょう。絶対解決しねえよお前。この事件は不可解な点が多すぎることから捜査は困難を極めていたんです。警察は当初3つの線をもとに捜査を進めていたんです。混迷する捜査。この事件は当初3つの説が打ち出されていたんです。1つ目の説は、避難した一家が低体温症で亡くなったという説。この説は、おてんばだったマディソンが一人で山の中に迷い込み、それに気づいた夫婦が彼女を追って山中に入り、そのまま全員で遭難してしまったというものなんです。その際夫婦はすぐにマディソンを見つけることができると考えて、トラックの中に貴重品というのを残していったのではないか、このように推測されたんです。しかし、もし低体温症で亡くなったのだとしたら、家族は身を寄せ合い生き絶えること
ことでしょう。3人全員がうつ伏せになって横一列で並んで亡くなっていたのはどう考えても不自然なんです。それにさっきの写真の説明もつかないですよね。そこで2つ目の説が提唱されるんです。それは一家心中説。失踪前の夫婦の生活は金銭的に苦しいものだったんです。その証拠に落ち込んでもいた妻シェリリンが夫ボビーに宛てた愚痴だらけの手紙も発見されているんです。またボビーが護身のためにトラックに保管していた拳銃も車内から消えていたんです。そしてボビーの頭蓋骨に大きな穴が開いていたことからもシェリリンがボビーに無理心中を図ったのだろうと推測されました。しかしシェリリンがトラックから遠く離れた何もない山の中に夫と小さな子供を連れて行き彼らを殺害した後で自殺するのでしょうか。これもあまりにも不自然なんですよね。このように捜査が困難を極める中、一家の自宅近くの監視カメラから失踪前日に奇妙な行動をとるボビーとシェリリンの姿が発見されるんです。そしてここから第3の説が浮上してきます。生前のボビーとシェリリンは2人とも非常に痩せていました。そして行方不明になる前日、まるで何かに取り憑かれたかのようにトラックに荷物を積み込む2人の姿が監視カメラに映っていたんです。このことから夫婦は重度のコカイン中毒だった、3万2000ドルもの大金を持っていたのは薬物を買うためだとの説が上がったんです。そしてその説を裏付けるかのようにトラックが発見された場所はコカインの取引が行われていた場所として有名だったんです。そこで一家は何らかのトラブルに巻き込まれたのではないか、このように推測されたんです。しかし2人が薬物に手を出していたという証拠はどこにもなく、自宅にも薬物を使用しているような形跡は残ってなかったんです。そもそも一家は購入する土地の下見に来ていたんです。車に残されていた大金も家を購入するための頭金として用意したと考えるのが自然ですよね。遺体は発見されたものの殺人事件なのか自殺なのか、それとも単なる事故なのか一切が不明なんです。死因さえ特定できないという状態でメディアはミステリーだと大々的に報道し、様々な憶測が飛び交ったんです。結局3つの説どれも間違いだってこと？そうなんです、実は3つの説はどれも間違いの可能性が高く、なんと今現在はある有力な第4の説が出てきてるんです。ヒントはあの写真なんです。第4の説。実はジェイミソン夫婦は行方不明になる少し前から精神的な問題を抱えていたんです。ボビーは事件の数ヶ月前に交通事故に巻き込まれ負傷を負い仕事ができない状態だったんです。また妻シェリリンは2007年に妹の死から立ち直れないままでひどい鬱の状態だったんです。つまり2人は不運が重なりひどい目に遭うことが続いており、肉体的にも精神的にも不安定だったんです。しかしこれらの出来事は単なる不運によるものではなかったと言います。シェリリンの親友はこんな言葉を残しています。あの家は呪われた家だったと思う。遊びに行くたびに何か嫌なものがいると感じたの。そして最後にあの家は何か悪いものに取り憑かれているわと。そう、ジェイミソン一家は悪霊に取り憑かれていたというんです。その存在を誰よりも強く信じていたのは他ならぬ本人たちでした。シェリリンは先ほどの親友にこう相談しています。優しいボビーの目が突然死んだように黒くなって何かに取り憑かれることがあるの。そうして思い詰めていった二人は常識では考えられないある本に頼るようになったんです。それは魔女の聖書。この本には悪霊から逃れるための実践的方法や中世の魔女が残した不気味な言葉の数々が記されていたんです。そしてシェリリンはこの魔女の聖書に頼るようになって以来寄稿を繰り返すようになりました。一家の家の敷地には家族が霊から避難するための大きなコンテナが置かれていたんです。そしてそのコンテナにシェリリンが奇妙な言葉をスプレーで書き出したんです。今日までに3匹の猫が殺されている。魔女は彼女たちの黒い猫が殺されるのを望まない。この気味の悪い文章、実は魔女の聖書の一節なんです。この他にもシェリリンは至るところにこの魔女の言葉を書き込むようになっていきました。怖えな。ですがこのことと一家が山中で失踪したことには一体どのような関係があるのでしょうか。彼らは悪霊に殺されてしまったとでも言うのでしょうか。そもそも悪霊に本当に取り憑かれていたのか、その確証はありません。この第4の説の真相は事件後シェリリンの母親が証言した言葉を聞くと明らかになってきます。彼女によると、私が推測していた通りのことになった。娘一家は殺されたのだ。オクラホマ州の南東で活動するカルト教団によって。そう、第4の説が提唱する犯人、それはカルト教団なんです。
実は事件の前、シェリリンの母親のもとにボビーとシェリリンがカルト教団に命を狙われているというタレコミが入ってきたんです。しかもそのタレコミをしたのはこのカルト教団の信者だったんです。つまり信憑性はかなり高いんです。ですが一体なぜ彼ら一家が狙われてしまったのでしょうか。そのきっかけはシェリリンが魔女の聖書の言葉を家中にスプレーで書いていたことだったんです。なんとそれを見たカルト教団がこのジェイミソン一家を魔女の一家だと断定したというんです。もうイカレカルト教団やな。つまり不運が続いたことを悪霊に取り憑かれたと解釈した一家は魔女の聖書に手を出してしまった。そしてそのせいでこのイカれたカルト教団に目をつけられ殺害されてしまったというんです。これが第4の説。実際にこの第4の説と当日の一家の行動を照らし合わせると信憑性はさらに増すんです。まず一家は新しく買う土地の下見にいたということだったんですが、これはカルト教団から逃れるための行動だったという解釈ができます。事件前日に何かに取り憑かれたかのようにトラックに荷物を積んでいたという事実も夜逃げの準備だったのではないかと考えることができますよね。大金を積んでいたことも夜逃げと考えればまあ当たり前ですよね。車が乗り捨てられていたのはカルト教団の追っ手に捕まったから。護身用に持っていたピストルがなくなってボビーの頭蓋骨に穴が開いていたということは、ピストルを奪われて射殺されたという情景が推測できますよね。そして死体を整列させたという不自然な殺害方法にも納得がいくんです。そう、それは魔女を殺害する上での儀式だったのではないでしょうか。そして残された最後のピースとなる娘マディソンの写真。何かに怯えてるようにしか見えないこの写真。この時彼女の前にいたのは犯人となる教団だったのではないでしょうか。この写真は失踪前に撮られていたと考えられてるんですが、もしかしたらこれは父ボビーが最後の力を振り絞って我々に残したダイイングメッセージだったのかもしれません。このように第4の説、カルト教団説は驚くほど様々な事実と符合するため、にわかには信じがたいこの説が最有力と考えられているんです。ですがこの事件、犯人はまだ捕まっておらず現在もなお未解決のまま、真偽は未だに闇の中なんですが、何より恐ろしいのはこの事件がほんの11年前に起こったということ。もし本当にカルト教団が犯人ならば、この事件の舞台となったアメリカではまだ彼らがのうのうと暮らしているんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。